既存の電動パワーステアリングを運転が楽なソーダフィーリングに変えるニュートラルメーカー NM1 の効果を説明します。NM1 の機能は電動パワーステアリングの状況によって自然に切り替わります。まず、直進するときなど、電動パワーステアリングがソーダアシストをしないときは、NM1 が電動パワーステアリングによる摩擦抵抗を減少させることによって、運転が楽なソーダフィーリングにします。そして、曲がるときなど、電動パワーステアリングがソーダアシストをするときは、NM1 は何も機能しませんが、電動パワーステアリングのアシストによって、従来通り、ソーダ力が小さい、快適なソーダができます。そして、この NM1 は、本体とコントローラーとによって構成されています。車両への取り付けは、NM1 本体を、電動パワーステアリングのウォーム減速機とアシストモーターとの間に組み込みます。また、本体とコントローラーはケーブルで接続します。そして、このように組み込まれた NM1 は、電動パワーステアリングがアシストしないときには、ウォーム減速機内部の摩擦抵抗に邪魔されずに、ステアリング軸が自由に回転できるように働きます。それでは、この NM1 の摩擦抵抗を減少させる効果を説明しますが、まずは実験装置で説明します。この画面は、ハンドルが動き始めるソーダ力の測定方法を説明しています。静止しているハンドルの外周部に紐をかけ、それをディジタルフォースゲージで下方向に引っ張ります。静止摩擦で停止している状態から動き始める時のソーダ力が最大になりますから、ディジタルフォースゲージをピークホールドモードで測定すれば、動き始める時のソーダ力を知ることができます。そして、この方法で NM1 の制御オンとオフで測定したハンドルが動き始めるソーダ力は、制御オフでは約9ニュートンであったものが、制御オンでは約2ニュートンへと 78% 減少しました。このように NM1 の制御をオンにすれば、ウォーム減速機内部の摩擦抵抗は大きく減少しますので、ハンドルは小さなソーダ力で動くようになります。ちなみに、この画像の奮動の重さによる力は 1.67 ニュートンです。そして、NM1 の最大の特徴は、この摩擦抵抗が減少する効果が、ハンドル側からだけでなく、タイヤ側からのトルクに対しても同様であることです。そのため、タイヤからの小さなセルフアライニングトルクや、ステアリングインフォメーションがハンドルに伝わるようになります。それでは、これから実際にテスト車両での効果を説明しますが、まず、テスト車両に取り付けられた装置を説明します。テスト車両には、1、NM1 コントローラー、2、揚レートメーター、3、ソーダ力メーターの3つが取り付けられています。1の NM1 コントローラーの左側は、アシストモータの断続状況を表示しており、中央の緑色のランプが点灯中は切断状態です。また、右側は制御切り替えスイッチで、緑色のランプの点灯時は制御オンです。2の揚レートメータは、車両の旋回角速度を表示します。0が直進で、プラスが右旋回、マイナスが左旋回です。3のソーダ力メーターは、このような構成になっており、全体がハンドルに取り付けられています。そして、検出部を持って操舵すると、ハンドル外周部での操舵力の方向と大きさ等を LED で表示します。さて、これからテスト車両を走行させて NM1 の効果の説明をしますが、運転が楽なソーダフィーリングの車両とは、主に次の2つの性能を併せ持つものです。1、旋回中にソーダ力を弱めると、車両はセルフアライニングトルクによって、ほぼ直進まで戻り、残留ハンドル角が小さい。2、ほぼ直進するときは、小さなソーダ力で、微小なソーダが滑らかにできる。それでは、はじめに NM1 を取り付けたテスト車両で、旋回中にソーダ力をなくしたときに、車両がどの程度まで直進に戻るかを、制御オフと制御オンで比較します。車速は約 30km です。まず、NM1 の制御オフで走行します。
次に NM1 の制御音で走行します。ご覧のように NM1 の制御をオンにすると、電動パワーステアリング内部の摩擦抵抗が大きく減少するため、旋回中に操舵力をなくすと、セルフアライニングトルクによって、車両はほぼ直進するようになります。続いて、ハンドルが常にほぼ中立位置になる直線道路を走行するときの様子を制御オフと制御オンで比較します。車速は約 60km です。なお、操舵力メーターの LED の一つは、操舵力の1ニュートンに相当します。また、この道路には、水はけ用の左下がりの肩勾配が少しあるため、車両が左に流れる傾向が若干あります。それでは、ハンドルの動きと操舵力の変化に注目してご覧ください。ご覧のように、直進であっても微小な修正をする操舵が必要ですが、動画では、右側の制御オンに比べて、左側の制御オフは、操舵力と操舵角が少し大きいだけに思われます。しかし、実際に手で感じる操舵フィーリングには、それ以上に大きな差があります。まず、制御オフでは、操舵力が5ニュートンまでは、ハンドルだけが動いて、タイヤが動かない、張り付き感があり、その後、タイヤが急に動く、スティックスリップ現象があるので、微小な操舵が困難です。また、中立付近ではハンドルはどこでも停止するなど、常に修正が必要な、緊張する操舵フィーリングです。次に、制御オンでは、ハンドルとタイヤが滑らかに動くことと、車両はセルフアライニングトルクによって常に直進に戻ろうとしているため、操舵力の加減によって、微小な操舵が容易にできますので、穏やかな動きのリラックスした操舵フィーリングです。そして、このようなことを知ってから、もう一度、直進時の動画を見ると、制御オフでは、比較的に大きな操舵力で、常に右と左にハンドルを動かしていること、一方、制御オンでは、比較的に小さな操舵力の場合が多く、また、カントによる左流れを修正する、右方向への操舵が多いことに気づきます。以上、既存の電動パワーステアリングに NM1 を取り付けて、電動パワーステアリングによる摩擦抵抗を減少させることによって、旋回からの直進戻り性能と直進時の微打性能の両方が改善され、運転が楽な操舵フィーリングに変わることを説明しました。なお、この動画ではわずかな違いのように見えますが、実際に運転してみると、どなたにもその違いが大きいことをはっきりと感じることができます。NM1 の効果の説明は以上です。なお、ニュートラルメーカー NM1 の仕組みなど、詳細は下記の弊社ホームページをご覧ください。